おはようございます。今日はどういう動画かっていうと、僕の車、エスティマハイブリッドなんですけど、これがですね、足回りがなんか変な、イオンとかしちゃって、サスペンションが全然効かないというか跳ねる感じになっちゃって、なんかちょっとおかしいなと思って、実はある工場に持っていきました。で、それが名古屋にある東北自動車チューブアライメントセンターというところなんですけども、足回りちょっと見てもらうことにしました。で、ここを選んだ理由はアライメントを調整する技術が高いっていうので、インターネットの口コミを見て、決めました。いろいろ調べて、分かったんですけど、調整するその診断機っていうんですかね、そういったものが設備がちゃんと整ってたりとか、あとはその技術がすごい高いとかですね、そういったのがいろいろありまして、ちょっとそれも向こうで現地の方に今日は撮影許可いただいてるので、いろいろ話をね聞きながら撮影をしていきたいと思います。調整こんなことやるんだよとか、こんなこと測れるんだよとか、そういったものね、見ていただきたいなと思ってます。チューブアライメントセンターね、概要欄に載せておきますので、興味ある方はですね、中部地方の方とかだったらね、行けると思うんで、ぜひ行ってみてください。名古屋まで25キロ。遠いな。歌っちゃおうかな。これ交換した部品です。はい。全部今回変えたやつですね。はい。ロアーム。やっぱりゴムって切れてましたか？これただ常にねじってるんで、はい、ねじってるとここがだいぶ切れちゃってました。はい。はい。で今こうやって見るとそんなではないんですけど、はい、もうブレーキかけるとガンガン結構動いてたんで、はい、もうへたってると思います。あ、わかりました。はい。でこちら側のブッシュ自体もこれもだいぶへたっておりました。あ、わかりました。はい。で、アームソーバーですね。はい。押してもらうと新品を比べてないんで分かりづらいんですけど、はい、だいぶ柔らかくなっております。アブソーバーが抜けかけてきてるところですね。はい、やっぱり年式とあれなんでダストブーツとかはボロボロにボールジョイントですね。はい、でアッパーマウント、ここの中にゴムがいるんで、はい、ここのゴム自体ももう硬くなってしまってました。リアのスプリングシートゴムですね。はい、もうこの辺も足を変えられるときは一緒に変えられた方がよろしいので、はい、変えてあります。あとスラストベアリングですね。これはアッパーのここの上にこうやってついて、はい、収納が悪くなっちゃうとハンドルが戻ってこないとかがあるんで、これもせっかくなんで変えております。リアのアブソーバー、これ自体ももうだいぶ柔らかくなっちゃっております。この手でやると割と硬そうに思うんですけど、はい、重さが全然違うんで、このぐらいで沈んじゃうっていうと割と柔らかい。グーっていうのにこんな早くは下がらない。ああ、そうなんです。だいぶ時間かけてグーっていかないと、はい、あるところまで来ちゃえばスッていくんですけど、はい、そこまで行くのに割と硬い感じ。ああ、そうなんですね。これがこんなに柔らかくはないです。はい、はい、なので多分乗ってもらうと全然違うなっていうのが、はい、分かってもらえる。ああ、分かりました。楽しみです。はい、フィーリングは違うと思います。はい、アライメントのご説明の方をさせてもらいます。はい、まず足変えさせてもらって現時点の測定という形になります。はい、すごい綺麗です。思った以上に綺麗だったんで、ただキャンバー角ですね。車を正面から見た時のタイヤのこういう角度になります。はい、右の方がマイナス5分、左の方がマイナス6分、右と左がほぼ一緒です。タイヤのこういう角度ですね。日本の道路が左下がりになっているので、はい、これ左右ぴったりだとどうしても左に流れていってしまうんですよね。はい、切れば少し左を寝かして、はい、左流れを補正するように。でキャスター角、直進安定性とか反動の戻り具合やってるものなんですけど、はい、左のが若干少ないです。はい、ハンドルを左に切るとなかなか返ってこないのに対して右に切るとスッと返ってくるっていうような状況ですね。で若干なんですけど左がちょっと少ないので走っているとちょっと左にスッと下がりやすい状況ですね。はい、はい、で
SAI 角っていう角度はキャスター角を正面から見た角度になります。はい。これはもうどちらかというとすごい綺麗な状況ですね。はい。フロントの塔です。これは車を上から見た時の前が閉じてるのか開いてるのか、はい、これがだいぶインにこう閉じちゃったような状況なんで、もうまっすぐ走ろうとしてもタイヤをこう削ってしまって走るので、はい、今の段階でこのまま走ってしまうとタイヤが外滑りしてしまいます。で、後ろの方ですね、もう右も左もバッチリ綺麗な状態です。ギアはこのお車基本的にはディジットアクセルって言って固定式になってるんで、だいたいこれ新車とかでも割とズレがあるんですけど、そうなんですね。今回はもうバッチリぐらいなんで、問題もないかなと思われます。で、フロントですね。まずこのキャンバ角っていうところですね、ちょっと左右差をちょっと取らさせていただきたいかなと思います。キャスター角、これもできればここを出してこっちを下げるような形をさせていただいて、左を少し多めにさせていただきたいかなと思います。なるほど。今うちの方ではちょっとここも綺麗に合わせるように調整させていただきたいかなと思っております。で、もう一つですね、難しい角度、包括角度っていう角度があります。ストラットっていうのと、タブナックルっていうのはボルト2本で止まっているところの組み付けが右と左で合ってるかどうかって確認するところなんですよね。ここももう少しだけでも近づけれたらなと思っております。それでアライメントとしてはもうバッチリな状況だと思います。データ的に左流れのデータなんで、アライメントきれいに取ってきたらまっすぐ走るんじゃないかなとは思うんですけど、若干だけもし残るとタイヤの影響の可能性がありますよっていう形になります。わかりました。タイヤを前後で入れ替えとかをさせてもらって、一番いいところまで探すっていうような作業まではできます。じゃあ今回ちょっとやれるだけまずやらさせていただきますので、時間的にちょっとかかりますが、大丈夫です。ください。お願いします。上から見た時の方っていうところを調整してます。これとハンドルセンターとかを合わせるものなので、一番どこのお店でもここだけは調整してもらえるよっていうところですね。で、今ですね、キャスター角のみとりあえず調整させてもらいました。ここが5度42分の5度35分、こちらを多くさせてもらってこちらを減らさせてもらってます。わざと7分約10分ほどですね、ここに左右差をつけさせてもらいました。左流れを予防するような形で調整させていただいております。で、今度キャンバ角ですね、ここにストラットとナックルっていうのをボルト2本で止まってますので、ここを緩めることによってこのガタを利用して、キャンバ角っていうのを調整させてもらいます。好きなだけジョンって動いてきちゃうので微調整をして合わせるのはうまくいかないんで、何度か調整しながらキャンバー触るとフォームが動いてしまうので、キャンバーはキャンバーだけだよっていうわけじゃないんですよね。さっき4分5分だったところが14分で、キャンバー角がちょっと寝てますので、SAI 角のサイズ測定をします。一応これでキャンバー角10分差、キャスター角左右差をつけて、わざとちょっと左流れを補正するようにほんの少しだけ差をつけてあります。この左右差があることによってやっぱり日本の道路左下がりを補正するんで、流れ止めとなってます。今度ここからハンドルセンターっていうところを合わさせてもらうんで、外的にここだよっていうのをロックして、
ここで下を合わせます。合わせようと思ったら下のタイロッドっていうので長さを調整してあげると調整することができます。機械的なものとタイヤの影響とかもいろいろあるんで、微調整をサイドスリップっていう横滑り量を測る、そいつで転がしてこのフロントのトータルトーっていうのを変えずにハンドルセンターだけ合わすことができますので、そこで微調整っていうことをさせてもらっております。はい。ほんの少しだけ、ほんま1、ほんま2ぐらいちょっとだけ多くしてあります。走っていくと前がどうしてもちょっと開いてくるので、はい、基準値よりちょっとだけ、ほんの少しだけちょっとインを強めてあります。ああ、そういうことですね。はい。で、包括角度っていうのも約5分差なんで、ほぼほぼバッチリな状況となっております。じゃあ今回、これで終わらさせていただきたいと思います。基本診断料測定させてもらったので、1万円かかっております。ここは片側のセットで8000円となっております。で、1万円と8000円と3000円の2万1000円の消費税という形になりますが、はい、よろしくお願いします。この機械っていうのは、その普通のその車検を取る看板とか、認証工場とか指定工場っていうのはどこでも入ってるものなんですか？いや、このアライメントテスターは入ってないです。これはやっぱりスペシャルなんですか？そうですね。でも車検のアライメント調整っていうのは、ここのサイドスリップっていう、これがタイヤの横滑り量っていうのを見てるテスターなんですね。こいつはもう車検工場とか整備やるところはみんな入ってます。簡易的にフロントの塔っていうのを、こういうのをどのぐらいついてるのかって見るのがこのアライメントのサイドスリップテスターっていうところになるので、先ほど見てもらった数字が全て出るわけじゃないんですよね、あれで。なるほど。やっぱり正確にいこうと思うとこういうテスターでしっかり測定をしてもらって、で最後サイドスリップって確認して見ていただくのはいいかなとは思うんですけど、測定、診断、調整っていうところまでやっていただけると多分違いが分かってもらえるかなと思います。なるほど。はい、分かりました。ということで、先週ね、前後4輪のショックアブソーバー、これを交換しました。で、理由は段差がね、もうとかこうがね収まらないので、ショックアブソーバーが原因だなと思って変えました。ラバー類は全て変えました。それちょっとどうなったかなと思って、今試しに高速に乗ってます。トヨタインターとかね、コロナワールドとかで、その辺ですね。びっくりするぐらい収まりがいい。ちょっとこれ別の車じゃないっていうぐらい収まりがいいですね。ダダって超えるけど、ピタッとこう収まるでしょ、こう振動が。これがね、前はダダダダダダってこう続く感じだったんですよ。これがビタッとこう、ショックアブソーバー変えるだけでこんなに違うんだっていうのが、正直な感想です。そのステアリング流れとかは、今は全然その流れとかは感じないですね。今回ショックアブソーバーはちょっと硬いやつにしたんですね。茅場製の SR 合成が出た感じがして、カーブとかですごい踏ん張ってくれる。なんかね、ロールが減った気がするな、本当に。びっくりするぐらい。ちょっとなんか全然違う車運転してる感覚です。なんかまだ10年乗れるなって感じだな。なんか嬉しいな。音も静かになったし、振動の収まりも良くなったでしょ。で、合成が上がったでしょ。金額がね、すごいかかってるんですけど、でも20万以上かかってるんで、費用対効果は十分にあると。そんな感じでございます。はい。今回は名古屋の足回り専門店で足回りを交換してもらった。結論は車が変わる。もう調整もね、納得いくまで調整してくれて、アフターフォローも、しっかりしてるなというふうに思いました。これ案件でもなくて、YouTube 載せていいですかみたいなこと言ったら、いや全然いいですよみたいな感じだったんで、どんなこと調整するのかも興味あるなと思ったんで、今回撮影許可いただいて撮影をしました。俺ちょうど足回りなんかステアリング流れて困るんだよねとか、そういう人がいたらですね、お店に
行っていただけるといいと思います。これからもね、こういう自動車系の動画をどんどん撮っていこうと思いますので、皆さんチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。今回の動画は以上です。楽しかったかな？じゃあねー、バイバイ。